どうもこれです。僕は今静岡修善寺駅に来ています。今日は伊豆エリアに新しくできた注目のお宿に泊まります。富士セイランというお宿ですね。久しぶりの新しいお宿なんでね、特に今事前情報ないので、どんなお宿ができたのか楽しみです。早速行ってみましょう。今いるこの修善寺駅で送迎車があるみたいですね。修善寺か三島から送迎サービス利用できるみたいで、これか。よろしくお願いします。お願いします。こちらですか。はい、こちらです。もうすごいアルファードで送迎ですね。お願いします。送迎車に乗って修善寺駅からお宿までは約40分。山道を越えて沼津市の戸田というエリアまで行きます。これ最初僕は戸田っていう風に読んでたんですけど、知らなかったらほとんどの人がそうやって読んじゃうと思うんですけどね、間違えないようにしてください。戸田です。伊豆の東側のエリアは鉄道も通ってるんで行く人も多いと思うんですけど、この伊豆の西側は案外関東の人でも行ったことがないという人も多いと思います。つまり穴場的なスポットですが、今回の旅でここの魅力に気づくことになります。そして目の前に見えているのがまさにここが戸田のエリアで、漁港海の景色が見えていて、奥には富士山も見えてます。わかりますかね。これよりもさらに開けた景色をお宿から望めます。楽しみ。はい、到着です。目の前見えているこの建物がロビーですね。そしてこっち左手にたくさん建物連なってて、この辺りが全て客室と全室離れの5部屋しかない完全プライベート空間ですね。奥の方に見えている海の景色がとっても綺麗ですね。では中入っていきます。ここ富士セイランは2025年5月に開業したばかり。駿河湾と富士山を望む絶景の地、沼津市戸田に佇む隠れ宿です。すべての客室が富士山ビューで、天然温泉の露天風呂とサウナがついた贅沢な空間。お料理は伊豆の新鮮な魚介や山の幸をふんだんに使った五感に響く創作和食。知る人ぞ知る穴場の戸田でここにしかない上質な体験が待っていることでしょう。まず中に入ってきたら、この高い天井、そして奥の方には大きな窓があって、たくさんの光が入ってきて、とても開放的な空間ですね。そして窓の奥に見えてくるのがこの青々とした駿河湾の海の景色、そして奥の方には富士山も見えます。これ外にも出ることができるんで、ちょっと出てみましょうか。テラスになってて、こうやって外に出てくることができましたね。いやー、目の前のこのちょっと入り江になってるここの岬の景色がすごい特徴的ですよね。たくさん漁船が止まってるんで、この辺りが戸田漁港っていう風に言われる場所かな。美味しいお魚もたくさんここで取れるから夕食楽しみですね。でもちょうど今の時間帯、さっきまでね富士山がこれてっぺん見えてたんですけど、雲に覆われちゃってますね。どっかの時間帯で多分見えるとは思いますんで、楽しみに待ちましょう。でこっちの右手にはこんな感じでソファーが並んでて、この右手にあるのがお食事処ですね。全5室なんで、個室のお食事処もここに5部屋並んでるわけですね。ここですね、右手お食事処で、こっちの右がフロントです。チェックインはお部屋の中で行うみたいですね。そしてここの扉もすごい特徴的なデザインになってるんですけど、これが木を確か奈良から取り寄せて殴り加工してるみたいですね。ちょっとこうデコボコっていう風になってて、でこの辺はアイアン調でちょっとかっこよくデザインされてますね。でお部屋の床もねこのデザインを使ってるっていう風に言ってたんで、ちょっとお部屋行くの楽しみです。でお食事処はこんな感じの雰囲気。ここも天井が高いですね。そして左手入ってみるとこんな感じでテーブルがあって、お部屋からもこっちの富士山ビューを楽しめるっていうことですね。で廊下の一番奥に行くと、ここがワインセラーになってます。数万円から数十万円のワインが並べられていて、内装もすごいね。これ一番上にこれシャンデリアが
ありますからね。さすが1泊40万、この辺の高級感が異次元です。フロントにはこんな感じでアロマディフューザーが置かれてますね。館内で使われているやつを購入することもできて、8種のアロマをブレンドっていう風に書いてますね。入り口から入った瞬間、本当にいい香りが漂ってるんですよ。では客室に向かっていきますね。ここのロビーのエリアから扉の先抜けていくと、こんな感じで奥の方まで通路が伸びていて、右手に客室があって、こんな感じで全5種類のお部屋があります。価格帯は同じで、間取りも同じなんですけど、中の内装とか家具とかそういったものがちょっとずつ異なっているみたいです。で、今回宿泊する客室は蒼天というお部屋ですね。では入ります。鍵はこうやって首にかけられるようになっていて、これがなんとカードキーなんですよね。ボタンを押してこんな感じでオープン。めっちゃハイテク。うわ、玄関入った瞬間から特別感がすごい。なんだこれは。まずこれは外履き用のスリッパですね。すごいなんか足触りが良さそうなものが使われてますね。で、この辺には間接照明照らしていて、そしてこの手前側と奥でも素材が違って、この目の前お部屋に入った瞬間、ツルッツルのこの石ですよね。この素材の光沢感がすごい。お部屋の中でこんなに広い面積で光沢感ある石が使われてるのあんま見たことないですよ。これがまたすごい歩きやすいルームスリッパが置かれてますね。そしてこの辺には自然を感じられる置物ですね。これは本物の木材かな。いや、さすがにここはラグジュアリーなお宿なんで、も入った瞬間いつもと雰囲気が全然違います。そしてこの扉を開けると、うわ、リビングがとんでもなく広いですね。で、上を見上げてみるとこんな感じで、天井が本当に高いですね。6メートルの高さがあるみたいで、光がたくさん入ってきて開放感がすごいです。そしてまずは眺望を見ましょうか。こっちですね。右手見たところにこの大きな窓、天井を高くした理由は素晴らしいこの海、そして富士山の絶景をお部屋からいつでも綺麗に望むためですね。こんな感じでロビーからも見ましたけど、素晴らしい海の景色を滞在中ずっと眺めることができます。で、さっきもちょっと雲がかかってましたけど、今の時間もまだ富士山雲ではっきりとは見えてないですね。なかなか見れないからこそ見えた時の感動は大きいと思うんで、その時を待ちましょう。外に出てくると大きくくつろげる椅子があって、こっちの露天風呂ですね。ここにもちょっと特徴的な素材を大事にしたスリッパが置かれてますね。そして温泉はこれですね。いやー、素晴らしい。この海と富士山が見えるはずの光景を独り占めできます。なんと素晴らしい素敵な空間でしょうか。なかなかここまで開放感ある露天風呂はないですよ、他に。この立派な石風呂に周りのこの木の香りも今ふんだんにやっぱり出来たてなんで漂ってきて、すごい上質な空間になってますね。そしてなんと露天風呂だけじゃなくて、ここですね、奥の方にこれがあります。はい、完全プライベートサウナですね。いやー、サウナ好きにはたまらんすね。こっち側には枕も準備されていて、ロウリュを楽しむこともできますね。ここに石があります。で、ここに電源があって、1回これつけると6時間キープできて、最大110度まで設定できるみたいですね。やっぱサウナ好きは温度は高ければ高いほどいいんで、100度近くあるのは本当にありがたいですね。そして左下に見ての通りアロマオイルもあります。いやー、サウナがあるんでね、温泉があるのももちろんありがたいですし、水風呂はこっちの右奥にバスタブがあるんで、そこで水を張れば、水風呂も楽しむことができるようになってます。でもなんかこっち側にちょっとくぼんだエリアがあるんで、この辺に水風呂があったりしてもめちゃくちゃいいと思うんですけどね。富士山眺めながら水風呂もサウナも両方楽しめると、これ以上の贅沢ないですよ。今プレオープンの時なんで、もしかしたらここに水風呂できる可能性もあるのかな、わかんないですけど。今ちょうどこれ左手に漁船が走っていく、こういう光景を見ることができるのも風情があっていいですね。このエリアならではというか。
はい、ではもう一回お部屋に戻りますけど、この振り返ったところ、窓に反射して後ろの景色が見えているの、とっても綺麗ですね。美しい。はい、で帰ってきて、そう、この床ですね。さっき説明したレストラン会場とかロビーの扉で使われていたこの特徴的なボコボコとしたデザインですよね。これがね、床になると足触りがとってもいいですね。本当に気持ちいいです。優しくちょっとこう足裏を刺激してくれる感じで、今までに味わったことがないようなこの足触り、心地よさがあります。いや、これもよく考えましたね。そして目の前にあるこのソファーなんですけど、ドイツのカレっていうところの家具を使ってるみたいで、多分相当高級なやつですね。僕こんな高級な家具買おうって思ったことないんで、いくらか知らないんですけど、値段はちょっと教えてもらってないんですけど、こういうところに来ないとね、体験できない家具なんじゃないですか。で、お部屋によってこういう置かれてる家具とかデザインも違うみたいなんで、リピートしても違う客室でまた楽しむことができそうですね。で、この椅子もね、普通の椅子かと思ったらちょっとこうゆらゆらと揺れるタイプで、くつろぐのに適したタイプですね。で、このお部屋だけこういう L 字型のソファーになってるんで、だからもうこっち側に足伸ばして富士山の景色を楽しむことができるようになってるってことでね、ソファーはここのお部屋おすすめなんじゃないですか。こんな感じで座って、ここでも寝れるやんソファーですね。下手すりゃベッドよりこっちの方が優雅に寝れるんじゃないか的なソファーですね。で、右手テレビがこれ80インチぐらいあるんじゃないかな。75インチって言ってたかな。とんでもない大きさで、下にこれスピーカーもついてるんで、この広いお部屋の中でも迫力ある音でエンターテインメント楽しむこともできます。で、この辺りの照明もおしゃれですね。こんな照明見たことないわ。で、ここにも、素敵なアートが飾られていて、これも各部屋で異なるんですね。で、こっち右手、ここに扉がついてますね。開けてみると、ここがミニバーのスペースですね。真ん中のこの存在感あるコーヒーメーカーですね。豆から引くことができて美味しいコーヒーができると思うんですけど、このジュタっていうのは初めて見ました。デロンギはよく見るんですけど、なんとね、これ約30万するやつみたいです。本当に超高級コーヒーメーカー置かれてます。いや、これもこういうホテルに来ないと体験できないですね。そしてこの辺には各種グラスやコップが置かれてます。コーヒーカップはこれのりたけですね。ワイングラスはファインクリスタルっていう風に書いてますね。この辺もすごいなんか上質なデザインですね。なんか石みたいな肌触りですよ、この表面が。コースターもプラスチックとかじゃなくて、ちょっとこれ石みたいな素材ですね。で、下には冷蔵庫ですね。開けると冷蔵庫内のドリンク、さすがにこのラグジュアリーホテルはインクルーシブですね。これが地元のみかんジュースですか。美味しそう。で、右下にはビールと、これがスパークリングもウェルカムドリンクでいただきます。で、この右にあるやつは日本酒かな。あとはこっち側にはお水、お湯出せるようになってて、ここにもこんな感じでお茶セットがありますね。そして左手にはこの辺に置かれているこのソニーの Bluetooth スピーカーもめっちゃでかいですね。こんなでかいスピーカーあんま見たことないですね。で、この生活感を感じさせそうな空気清浄機とかこうやって仕切られてるんですよね。この辺りは工夫されてます。ここの仕切りも開けてみると貴重品ボックスがあります。で、この辺になんかスイッチがあるんですけど、これが床暖ですね。床暖の各種スイッチまでついてます。で、下にはエアコンのリモコンと、あとはファンかな。もうこの辺のファンもこのスピード上げたり緩めたり、あとは逆回転させたりもできるみたいです。逆回転ってどういう時に使うのかよくわかんないですけどね、ちょっと。そしてこれがブラインドですね。これは自動でまさか閉じることができるのか。高級ホテルあるある。お、ストップ。お、すごい。やばい。これちょっと閉じてるから閉まらないんじゃないの。開けてあげないと。これでいいのか。やばい。向こうも開けてあげないと。すごいね、これ磁石で取れるようになってます。今のも珍しいね。あれ家に欲しいわ。おお、バーチカルブラインドですね。今流行りのこれが上まで続いてて
素晴らしい。うわ、しっかり光遮断してくれましたね、バーチカルブラインドで。ちょっと落ち着いた夜の雰囲気に変わりました。もうこの自動カーテンあるだけでテンション上がりますね、高級ホテルに来たら。そしてこっちの左手が寝室、ベッドルームのエリアになってます。この辺のこのフットスローとか、あそこのクッションの高級感がすごいですね。なんか王様貴族が使いそうなこのきらびやかで光沢感のある感じで、このマットレスはシーリーベッドの最上級のやつが使われてるみたいです、はい、これも普段絶対に使わないやつなんで、寝るのが楽しみですね。でこの辺にはスイッチ類かな、はい、各種照明とか USB ポート。すごいな、これクッションに文字が描かれてるのあんま見たことないですね。これ富士山の富士の F なんですね。で左右に照明がついてて、この辺にコンセントもありますね。そしてベッドの正面には小上がりの和室スペースもあります。間接照明で照らしてくれてて、やっぱね、時代が変化して完全なる和室っていうよりはこういう小上がりの和室がね、すごい機能的だし、ここちょっと段差になることでね、ここにだらっと軽く腰掛けたり、あとは大の字で寝転んでもね、やっぱり和室は気持ちがいいんで心落ち着く空間ですよね。この辺の照明も和紙みたいなのが使われてて日本を感じます。で上を見上げるとこんな感じで梁がむき出しになってて、なんかすごいモダンな空間だったのに、こういう古風なものもしっかり取り入れてるのが印象的なんですけど、これはなんと岐阜の古民家から取り寄せたものを再利用してるみたいです。なんで本当にこの古い素材なんですごい味がありますね。でここの天井だけじゃなくて、こっちのさっき見た白い扉の左右ですね、ここにも同じように使われてます。モダンと古風の融合ですね。であそこの扉の中にお布団入ってたんで、ここはもしかしたら2名じゃなくて4名とかで泊まることができるのかもしれませんね、この畳使って。そしてこっちの奥にも扉がついていて、ちょっと細かいですけどね、こういう古いお宿とかだとコンセントがなかったりするんですけど、この辺の畳のスペースにも見る限りちゃんとコンセントありますね。スマホやパソコンの充電とかちゃんとできます。でここの扉、とっても光沢感があり高級感ありますね。開けてみるとここがウォークインクローゼットになってます。広々空間奥まで続いていて、鏡がこれ正面と右手にもありますね。でハンガーもたくさん準備されてて、これが館内着の上着かな。なんかすごいかっこいいですね、これ。この斜めに閉じる感じで色合いも。で消臭スプレーもあって、この辺にはブラシとか、あとはこれはなんだこれ、アイロンかな。めっちゃコンパクト。で下にはシンプルに白い、これがサムエになるのかな。で館内着で、下のこれが多分ナイトウェアかな。ミスズっていう風に書いてますね、真ん中。そして浴衣着たい人もいると思うんで、一番下には浴衣まで準備されてます。モダンな温泉宿だと浴衣置いてないこともあるんですけどね、ちゃんとあります。広げてみるとこんな感じですね。一番左手がこれがナイトウェアになるのかな。真ん中がボタンで閉じられるタイプになってて、真ん中が結構これ珍しいんですよ。なんかスウェットみたいな肌触りのいい生地で、上にはパーカーもついてますしね。どっちが館内着でどっちがナイトウェアかちょっと分かんないけど、好きなのは嫌いってことかな。右手がこれは一般的な浴衣と、一番右が羽織物ですね。この羽織物はかっこいいな。右手にはこれアイロン台も置いてますね。そしてこの袋はなんだ、多分これヨガマットですね。外のいい景色眺めながら朝ヨガでもしましょうかっていうところでしょうか。落ちちゃった。いややっぱり置かれているもの、使われているものが全てこだわりがあって、さすがラグジュアリーな温泉宿ですね。でもう一回こっち戻っていくと、まずはこの扉の先がトイレですね。この玄関のところから続く光沢感ある石がまた高級感を演出してます。洗面台もあるし、奥のタイル、お花も飾られてて、トイレですね。すごいのがこれ、ちょっと座ってみるとこれです。目の前にあるやつ、これがねこんな感じで電動式で降りてくるんですよ。初めて見ましたね、こんな高級トイレ。トイレの中でも富裕層を感じられるんですね。そして最後にここの扉の先が水回りのスペースですね。開けるとこれもまた玄関、
トイレが自動で流れましたね。でここの水回りもこの床の石の光沢感がラグジュアリーさ演出してますね。で右手が洗面台がちゃんともちろん2つありますね。大きな鏡に間接照明、そしてこの辺にはミニタオルにコップが置かれてて、この取っ手の部分も最先端のお家とかで使われてるやつじゃないですか。何これ、もう水の出方がなんかちょっとこの小粒のシャワーみたいな感じで、手を置いてるだけでめちゃくちゃ気持ちいいですね。手洗いの感覚すら初めてだ。でハンドソープとこの辺に置かれているアメニティもこだわりのミスズってやつが置かれてますね。なんかブルガリとかロクシタンとかよく見るんですけど、この国産の上質なやつを使ってるっていうのはね珍しいです。でこれそれぞれフェイスウォッシュにクレンジングなんですかね。これ持って帰っていいのかな。めちゃくちゃ大きなボトルだけど、これ嬉しくないですか。もし持って帰れるんだったらこのサイズ感を。でこの奥のボトルが化粧水と乳液ですね。多分持って帰っていいんでしょうかね、これだけの価格帯のホテルだったらね。で隣にこんな感じで電気つけられる拡大鏡ですね。奥の方にはティッシュ箱もすごい高級そうなやつで、この下の引き出しを開けてみると、来ました。最上級宿には絶対に置いてあるレプロナイザーです。10万円超えのドライヤーで、ボディウォッシュにこれがマウスウォッシュですね。あとはこの辺櫛とか歯ブラシとかが置かれてるのかな。でね、さっきスタッフさんに言われたんですけど、なんと歯ブラシ、電動歯ブラシらしいですよ。そんなん宿で見たことないですよ、電動歯ブラシ提供するやつとかで。実際に中に入ってたのがこれですね。大きな櫛と、これがシェービングフォームですね、右手で。これ本当に電動歯ブラシですね。これいや驚きの連続ですね。でこのバスローブもすごいいい感じ、可愛らしい。そして触ったらもう肌触りがめっちゃいいっすね。このバスローブの肌触りってね、意外と満足度上げるのに重要なんですよね。お風呂上がりの気持ちよさが段違いですから。でこれもミスジのやつが使われてますね。さっき見せたアメニティと同じで、右手にはタオルウォーマーですね。オーガニックコットンのタオルが置かれてて、そして右手見ると追いだきですね。お風呂自動で入れることができるようになってて、この先にここがバスルームですね。右手を見るとこんなに大きなサイズの浴槽、バスタブがあって、でこれジェットバス機能付きですね。この首の部分、肩の部分からジャーッとジェットバスが出るようになっててリラックスできますね。そして見る限りだと真ん中音楽のマークあるんで、 Bluetooth のスピーカー、スマホとつなげることができて、なんでスマホでここで YouTube 見ながらくつろぐこともできるし、なんと目の前にはこれテレビまでついてます。奥の方にはバスソルトかな、いろんな香りの。でまだまだ驚きがあります。こっちのシャワーもなんだこれ、一番下がこれ温度調整で、これがハンドシャワー、レインシャワーのノズル、そしてこのなんかちょろちょろ出てきてるやつがこれを打たせ湯です。このハンドシャワーがあって、上を見るとこんな感じでお湯が出てくるところがあって、こっから下見ると椅子があるんで座って打たせ湯を楽しめると。こんなバスルームも初めて見ました。なんだこりゃ。で左手の扉から温泉サウナに行けるってことですね。では一泊します。日本で泊まるお宿の中でも結構ここは高価格帯のお宿なんで、やっぱりいつにも増してね、ちょっとワクワクが止まりませんね。で1泊あたりの料金なんですけど、2名1室2食付きで1人当たりだいたい20万から宿泊できます。一生のうちに大切な記念日とか、そういった時に利用するお宿になりますかね。これから今目の前にこれまだ紹介してないんですけど、ウェルカムサービスも届いてますし、あと夕日見テラスっていうところでね、インクルーシブのお酒とかも置いてるらしくて、あとは夜ご飯もここ伊豆は美味しい素材たくさん取れるんで、間違いなく夜ご飯も美味しいと思うんで、楽しみです。富士山もちょっとずつ見えてきました。見えるかな滞在中に。じゃあこの後はちょっとこのウェルカムサービスいただいて、ゆっくり温泉サウナ堪能しようと思います。これですね、最初に出てきたウェルカムサービス、アフタヌーンティーですね。もう出し方がこんな上質なウェルカムサービス見たことありますか？
アフタヌーンティーっていうのはもともと外資系のサービスだと思うんですけど、ちょっとこの和のテイストが入ってるのがいいですね。日本らしく。後ろに見えている露天風呂と富士山も、富士山はまだ見えてないけどもうすぐ見える。でこれがこの辺りのエリアのお菓子屋さん、和菓子屋さん、洋菓子屋さん、ちょっと分かんないですけど、そこから取り寄せたもの、ローカルここならではのものがサービスとして提供されてるみたいですね。なんか使われてる器とかこの辺の陶器とかも素材のこの肌触りすごいな。でこれはなんだ、お茶ですね。静岡、そうか、静岡といえばお茶か、そういえば。よし、いただきますね。鳥かごみたいな。確かに鳥かごなんて言葉使っていいか分かんないですけどね、こんな高いところで。美味しい。なんか繊細ですね、無駄な甘みがないって感じ。程よい甘さで上品な洋菓子ばっかだな。ちょっとこのあんが詰まった和菓子っぽいのがある。八つ橋みたいな。でもこの八つ橋を食べながら日本の象徴である温泉と富士山見られるっていうのが、これがいいですね。そしてこれも日本の魅力ですね、お茶。お茶うまいな。さすが静岡だ。じゃあいきなり登場したんですけど、どすこいさん。どすこいです。いつも便乗させてもらってます。紹介する必要ないです。何回も出てきてるんでね。最近調子いいんでレプロナイザー買うらしいんでね。羨ましいですね。買う。普段お金使わないんでね。ドライヤーぐらいお金使います。10万円です。家族へのプレゼントです。そう、兄にプレゼントしてね、自分も使うっていうですね。俺も頑張ろう。レプロナイザー買えるようにですね。そしてさらにウェルカムサービス、シャンパンもあるので、この素晴らしい景色眺めながら行っちゃいます。見えますかね。ちょっと広角だから富士山さっきより見えてますね。じゃあ開けます。高級ホテル慣れしまだしてない若造なんで、シャンパンをスムーズに開けれないですよね。あれだけ動画が撮る。普段飲み慣れてないんでね。少しよー食べようかな。あの時ほど見てなかった。確かに生なんだ。いやー、なんかリゾート地みたいな空気感もありますね。やっぱりこの絶景の海と山の景色眺めながらちょろちょろと流れてくる水の音、そしてテラス、海外のリゾート地に来たかのような高揚感、それプラス日本の良さが詰まってるみたいな、そんな景色ですね。この空間でこんなスパークリング飲めるのに、ここにいるだけで幸せな気分になりますね。やっぱ一緒に来た気分味わってもらえてるでしょうか。富士山をバックに飲むシャンパン、最高ですね。ちなみに最近この服を6で買いました。生まれて初めて GU、ユニクロ以外で、あとライトオン以外で服買いました。それも富士山に合ってますね。たまたまなんですけど、メンバーシップの人にコーディネートしてもらってね、買ってよかった。昨日の服は誰にコーディネートさせてもらったんですか？昨日の服は、兄にコーディネートしてもらったんですけど今日はこれはメンバーシップの視聴者さんになんか白いのした方がいいよ、チラ見せした方がいいよって言われて、シップスで人生初のシップスだったらドスコイみたいな服選ぶのが苦手な人でも外れがないからいけるって、大丈夫、安心ってことでね、シップスで買いました。よかったですね。この絵になる空間で決めてきて、シップス行ってよかったいい絵が撮れた。なんだそれはい、じゃあ温泉浸かります。おお、いやこれは気持ちいいわ。もう温度設定完璧。こういうね出しっぱなしの温泉だったらちょっと暑すぎたりぬるかったりすることもあるんですけど、さすがですね、完璧なあったかさです。
いやー、今の時間帯ちょうどこれ海にオレンジが反射していて、本当に素晴らしい景色が目の前に広がっていますね。これはいいわ。そして中に入ってきても、寒い時期とかはこのインサイドで夕日を楽しむこともできるようになってますね。中から見てもこんな感じで、とっても綺麗な景色目の前に見えてます。で、ここに充実したインクルーシブのサービスがあって、こんな感じでドリンクリスト、静岡のビールとか、あとは地元のお酒もたくさん置かれてますね。ビールはこれ生でいただけるっていうのが素晴らしいです。で、ここに置かれているズシューとかは本当にこの辺でしか流通してないもの、希少価値の高いお酒も置かれてます。この黒船マシューっていうのは純米大吟醸で、マシューっていうのはこのペリーの名前で、それを漢字で当ててるんですね。日本酒はもう一種類ガリューバイっていうものも置いてますし、この赤いウイスキーっていうのもあんまり見たことがないですね。そしてなんとコーヒーはこれ水出しで置かれてます。この辺りも普通のお宿とは違ってこだわりを感じますね。で、これはウェルカムサービスでもいただいたお菓子であったり、上にはナッツも置いてますね。そしてここの冷蔵庫の中にはなんと各種ワインも入っています。スパークリングに白ワインに赤ワイン、これ山梨のワインが置かれていて、隣の県なんでね、この辺もローカル感が出ていていいですね。はい、じゃあ湯上がりビールいただきます。乾杯です。うまい、最高っすね。湯上がりのビール、この静岡の地ビール結構すっきりとして飲みやすいですね。そしてこの景色ですからね、やっぱあれですね、なんかこの間言ったバリ島とちょっと似た空気感ありますね。これね、この鳥のさえずりと波の音と、もうほんと自然の音しか聞こえてこない、それを独り占めできる感じ。西伊豆ならでは。西伊豆ならではですよね。そうだって、西側じゃないところはまず夕日見られませんし、あと富士山も見られないんですよね。東側はもちろん富士山見れないし、朝日は見られるんですけど、やっぱ夕日がね絶対に起きてる時間なんでそう朝日はやっぱ早起きとかしないと見ることできないんで、やっぱ夕日が見られる方がどちらかというとね、いいですよね。ありがたいというか、ロマンチックですからね。そうですね、ロマンチックですよ、男2人だとちょっとロマンチックじゃないかもしれないですけど、ね、大抵の人たちはね、ご夫婦とかカップルで来ると思うんで、みんな、ね、夕日がいいですね、やっぱね。ビール飲んだんですけど、コーヒーもあったんで、これ飲みます。コーヒーもやっぱ水出しだから、ちゃんとアイスなのに風味がしっかり出ててうまいですね。で、あとはこのズシューっていう焼酎も、米焼酎だから甘いですね。焼酎でもこんなに甘みがしっかり出るもんなんですね。飲みやすい、これもすっきりしてて。いやー、さすがですね。行かない旅出てるだけあって、ね、東の伊豆じゃなくて西伊豆に来るっていうね。次行かない旅からオファー来たら小林さんここ行きますね、西伊豆。そうですね、取り上げてぜひ。穴場スポットですね、知る人ぞするこの絶景を皆さんも見に来てください。西伊豆。お願いします。こんばんは。よろしくお願いします。はい。そうですね。ここにも名前がついてる。富士山見えてます。お料理会場の上にも梁がありますね。はい、席に着きました。これがメニュー表です。これ楽しみですよ。伊豆は本当に上質な食材がたくさん揃うんで、上の先付けから下までもう見る限りとんでもないものがたくさん並んでますね。これを今日は一番楽しみにやってきましたから。で、ドリンクのメニューはこんな感じで、1ページ目がビール、焼酎、梅酒、ウイスキーなどが並んでますね。ビールも結構こだわりのものを置いてますね。地ビール含め。で、次のページに日本酒です。日本酒がこれなかなか魅力的なものがたくさん並んでますね。左手、おちょこじゃなくてグラスで提供してくれるんですね。ちょっとスタッフさんにおすすめ頼んでみようと思います。
次のページにも左手が日本酒か特選って書いてますね。結構いい値段しますけどね。さすがラグジュアリーな宿なんですけど、ただグラスで出されるんでおちょこよりは量が多いんでね。なんか左下にとんでもないのありますね。1、10、100、1000万、10万、1本33万。初めて見ましたね。なんだこりゃ。ごめんなさい、ちょっとこれはね、皆さんがもっと見てくれて再生回数回さないと頼めないです。そして窓の方を見ると、座った状態でも綺麗にまだ富士山が見えてます。ちょうど左側、サンセットの時間帯、さっき見た通りオレンジの光も届いてますね。これが富士の桜卵を使った茶碗蒸しとなっております。普通の茶碗蒸しと違って濃厚クリーミーに仕上げておりまして、ホワイトアスパラガスのピューレで生ウニ、魚介の出汁で作ったあんをかけてますので、スプーンでお召し上がりください。うわー、これもうこの下の器お盆なんて言ったらいいか分かんないですけどね、これも目を引きますよね。お料理もうわー、なんか普通の茶碗蒸しじゃないですね。これちょっととろみがある。まずこの茶碗蒸しだけ。うまい。普通の茶碗蒸しよりとろみがあって出汁がめちゃくちゃ効いてますね。よっしゃ。これ多分香りがこう香ってくると思うんですけど、いい香りなんですよ。海鮮したてというか、ごめんなさいね。海鮮したて磯自慢ってやつ頼みました。はい、すごいなんかフルーティーな香りが。こうやってねグラスで出すことによってより香りを楽しむことができるっていう提供方法ですね。日本酒だけど、はい、でちょっとこれね食レポ途中だったんですけど、本当にとろみがあって、この上にこのあんの出汁がかかってるんで、出汁の風味がすごいです。でほんのりとこのアスパラの風味もそうだし、ウニを食べないとね。ウニもうまい。まだウニはベストシーズンじゃないと思うんですけどね、全然生臭さ感じないですね。このやっぱり出汁の風味と卵の濃厚なとろみ、甘みと一緒に食べられて、本当にこの茶碗蒸しの出汁が薄味なんでウニの味を邪魔してないですね。さあ磯自慢いきますよ。首脳会談とかでも出されるやつみたいです。なんだこれは。いやなんかね、しっかりキリッと喉に来るにもかかわらず、ちゃんとフルーティーな甘みがあるっていうね。なんか普通だったらこう辛み強めでフルーティーな香りは弱めとか、あとはフルーティーな香りはあるんだけどちょっとキリッとした感じが物足りないなとかあるんですけど、両方がありますね。さすが各国のお偉いさんに提供するだけのものですね、これは。いやーうまい。これは美味しいですね。初めて飲んだ日本酒、磯自慢。続けて前菜でございます。ありがとうございます。では右上からご説明いたします。この緑色は翡翠豆腐といいまして、ほうれん草や枝豆などの緑色のお野菜をペースト状にしてくずを加えて形作ったものですね。右手前が伊豆の国しいたけの二見焼き、カニの身と一緒にわさび味噌でこんがり焼いてまして、結構うまみがガツンときますね。で中央がたけのことフォアグラの挟み揚げ、これもインパクト大なんですが、上にかけてる粉は桜エビのパウダーと風味が豊かですね。左手前がアワビ、柔らかく蒸し上げたジーソのアワビに肝のソース、これまた濃厚です。最後左上は駿河湾産の赤座エビとそら豆、キャビア、これを特製の黄水で和えてますので、5種楽しみください。さあ前菜来ましたね。もう辺りはちょっと暗くなってきて、富士山も見えなくなりましたね。富士山はライトアップとかしないですね。やればいいんですけどね。できるわけない。どんだけ膨大な時間がかかるんだっていう。さあこの豆腐ですね。うまい。お豆の風味がしっかり出てますね。豆腐のもちもちトロトロ食感と一緒に味わえますね。でこれは伊豆の国のしいたけです。しいたけ伊豆でも結構よく取れるんじゃなかったっけね。しいたけといえば大分県なんですけどね。贅沢にカニも乗ってる。これうまいっすね。しいたけしっかりジューシーで、なんかちょっとこう味噌が乗ってたんで、ほんのり甘みがありながらも香ばしさもあって、そこに贅沢にカニが乗ってきますからね。
椎茸とカニなんか合わせたことないですよ、今までの人生で。海鮮があるんでね、日本酒が進みます。いやーうまい。いやこれうまいな。個人的にはあんまり甘いのよりもちょっとキリッと辛みがある方が好きなんですけど、甘みがあるのにこれ好きですね、僕は。アワビですね。美味しい。アワビも普通に美味しいんですけど、このソースで肝使ってるんですね。ちょっとこう肝らしい独特の風味と、でも苦味は本当にほんのりですね、ちょうどいい苦味があるみたいな感じですね、これね。そしてこれですね、フォアグラですよ。タケノコフォアグラ。これもな新食感ですね。普通にフォアグラを食うだけだとね、ちょっと独特な風味だけで終わっちゃうんですけど、タケノコでちょっとこうすっきりとした味わいで、あとはこのサクサクのフライ、なんかこの独特な臭みをしっかりこのタケノコと衣で消してますね。うまい。そしてこれが駿河産の赤エビですね。キャビアが上に乗ってますね。うわすごい。うまい。この黄身酢っていうのもなかなか普段食せないですよね。エビのこの甘みはもちろんなんですけど、黄身酢が本当に濃厚な甘みだけじゃなくてちゃんと酸味発してくれてるんで、バランスがいい味わいに最終的になりますね。カツオのおすましでですね、開けていただくと身が一つ入っております。駿河湾のアマダイ真珠ですね、ホタテ真珠を包み込んでおります。ふっくら仕上がって、上の野菜は花ズッキーニ、みょうがと添えてます。でこの柚子の香りも大変香ばしくですね、邪魔せずかつおだしがしっかり体に染み込みますので、お楽しみください。いやーこれまた出てくる器が金ピカですね。うわすごいなこれ。なんか真珠ってなんかどうやって作ったの？なんかマダイの中にこのボールを閉じ込めてるみたいな感じじゃない？あ、うまっ。これはワンモノの中でもトップクラスにうまいですね、今までのお宿の中でも。いやもうまずこの真珠が団地ってやつですね、これね。周りは多分こうマダイそのものをいただくことができてて、その中にいろんな海鮮類のすり身ですよね、真珠が閉じ込められてるってところで、もう贅沢極まりないですね。出汁がめちゃくちゃうまいのこれ。柚子の上質な香りとかつおだしがめっちゃ効いてる。めっちゃ効いてるっていうかもう絶妙に効いてるですね。これは日本で生まれてよかったってやつですね。出汁の風味を味わう舌を持って生まれてよかったってやつです。これね欧米人には分かんないですよ多分。味が薄いなとか思うんですけどね多分ね。これですよまさに食の極みは。めっちゃうまいですねこれ出汁がね。これこそ日本酒には合います。出汁と旨味を引き立て合う。いやー遠く九州から伊豆に来てよかった。最高。お作りでございます。お作り3種ございます。上段本マグロでございますね。手前の2種類がこの伊東、今回相模の方でいただいた白身のお魚、左がマダイ、右が皮を炙った赤ムツでございます。赤ムツ。これを静岡土井の生本わさびとお刺身用のだし醤油、そしてヘダ塩、ここのお塩ですね。これですね。少し普通のお塩と比べて旨味がまた強いですね。ぜひ一切れずつお醤油、お塩で。塩が有名なんですよね。そうですね。このちょうど見えてる範囲でヘダ塩っていうのも再現作ってるところがあるんですよ。そうですよね。そこを調節いただいた方がいいかな。わさび静岡発祥です。そうですね。もういろんなわさびあるんですが、それもまたすぐ地元の土井というところ、隣の隣町ぐらいのところからいただいてますね。さあ行きます。静岡はわさびも美味しい。本マグロに乗せて、マグロはひとまず醤油でいきます。トロットロですね。そしてやっぱこのわさびが本当に品質がいいんで、全然ツーンとした感じが来ないですよね。これそのまま食べてもいけんじゃねえかっていうよりいけるわ。
そのまま食べられるわさびですこれ。そんなわさびが、いやねえ、美味しいわさび違いますねやっぱり。そのまま食べれる。もうなんかご飯にのせてそのままもうわさびご飯でいけそう。これだったらわさび激うま。そしてマダイです。せっかくだったらこの枝の塩でいっちゃいます。マダイがもうしっかり甘みがあるんで、もう特に醤油つけなくてもお魚の甘みでもう大満足ですね。素材の旨味をちゃんと味わえる。でわさびも全然ツーンと辛くないんで、はい、お魚の旨味を全然邪魔しないですね。引き立てる。さあそして赤ムツです。高級魚、のどぐろですね。あーこれうまいわ。とろけます。ステーキ食ってるみたいですねはい、この皮が炙られてるんで香ばしさもある中で、その香ばしさと一緒にもう一気にとろけていく甘みとともに、赤ムツうまい。海のステーキです。海のステーキ間違いないそしてこの贅沢な日本酒ですね。聞いてますね。聞いてますね。ありがとうございます。赤ムツうまいですね。赤松も美味しいですね。お魚は海鮮は新鮮で、はいいろんな港があるんですよ。沼津、戸田、土井、で堂ヶ島、下田、出会津とこういろんなところがあって、それぞれにやっぱこう美味しい特産のものがあったりとかするので、それぞれでこう時期のものをやっぱ取ったりとかして、常に新鮮なもの。そんなたくさんあるんですね、漁港が。もう本当食材の宝庫ですね、伊豆は。そうですね。なんで野菜なんかもその先ほど地元のお野菜ですね。あ、そうか、野菜。天城、戸田、修善寺、西田、田子、沼津ともうあげたらきりがないぐらい畑とかそういう面白が結構豊かな。そうですね。これ美味しいわけですよ。わさびもツンと来ないです。そうだよ。いいわさび。そう。旨味の方繊維の方向なんかもあって、もちろんそのもの美味しいんですが、辛みを出す方法と旨味を出すその吸い方振り方が。旨味の方法です。そうですね。ちなみにこのわさびの葉っぱ食べられますので。あ、これですか。これなんてこれですか。食べられるんです。あこれを食べる。よければちょっとそうですねセットする時があるので。あ、そうなんですか。へえ。わさびの葉っぱなんだ。はい。わさびの葉っぱとか食べたことないですよね。あ、確かにほんのりこうわさびっぽいツンとした風味がしますね。でもそんなに辛みがズドンってくるわけじゃないから、多分これお魚と一緒に食べても美味しいと思う。あ、美味しいっすね。これも初めての体験ですね。いやー、さすが。こちらがお魚のメインですね。西伊豆田子というところでいただいた伊勢海老の具足煮でございます。一尾丸ごと使って食べ応えがあるボリュームのある一品ですね。この伊勢海老とお野菜も地元のお野菜たち一緒に煮込んで、これから出た出汁で作ったスープがまた絶品ですので、ご一緒にご堪能ください。なんて言いますか。なんとかに具足煮具足煮ってどういうことですか。もうこの殻ごとということですね。へー甲冑という具足、すね当てだったりこの、それがエビの口角のような構造をしていたので、その具足にそういうふうに煮るということで具足煮言うんですね。はあ、もう一つ日本酒が。開運がやってきました。なんだこりゃ。いや、なんか鉄板料理でこうやって伊勢海老丸ごといただくことはあるんですけど、懐石料理でこの豪快な出し方されたのは初めてですね。豪快なだけじゃなくてめちゃくちゃ上品ですね、盛り付けも。いや、豪快にいただけます。あ、うまい。これはもう伊勢海老そのものの素材をどうぞ味わってくださいっていうものですね。なんかこうソースとかまぶすわけでもなく、鉄板焼きみたいにね、こうガーリックバターとかバター醤油とかそういう感じでもなく、だしと一緒にこの染み込ませた本当に美味しい上質な伊勢海老を堪能できます。うまい。でもこれ身以外のこの味噌の部分、味噌と一緒に食べてもまたうまいな、この甘みが。ちょっとこの下にあるだしを、うまい。いや、も
伊勢海老が液体になったって感じですねなんと贅沢なだしスープでしょうか。いやでもこれ味わったことないかもしれないですね。伊勢海老自体を食べるっていうのはあるけど、このだし、確かに伊勢海老スープ。伊勢海老スープですね。は伊勢海老の味噌汁とかはあるけどね、このもうだしはあんまないですね。もう本当に伊豆は上質なお野菜もあるんで、このお野菜を伊勢海老だしにまぶして食べるっていうね。野菜がうまいな。そしてこのメインに劣らず野菜がうまいな。伊勢海老だしと一緒だからなおさら美味しく感じるんでしょうね。これはなかなか一生のうちに食べられるものじゃないですね。死ぬまでに食べたいみたいな感じですね。旅は自己投資ですね。旅は自己投資ですね。はい、そして海運です。なんとか酒造の最高級の日本酒って書いてましたね。土井酒造ですね。これもうまい。これも本当にキリッとした風味しっかりするけど、甘みも程よくある。さっきよりもよりこうキリッと辛口がツーンと鼻に抜けていきますね。僕辛口好きなんで、皆さんのコメントは甘口でお願いしますね。辛口でもウェルカムなんでコメントをしてください。お願いします。すごい食べ方した。美味しいわ。もうこれごといっちゃう。海外だったら絶対ダメだけど、日本だったらまあギリセーフ。いやセーフじゃないかもしれないけど、ギリアウトかもしれないけど、おいしそれぐらい美味しい。これ伊勢海老スープ今まで食べた食べ物だから一番豪華かもしれない伊勢スープを大鍋で飲み込むみたいな。ああってね、ラーメンじゃないんだからねいいっすね。最高です。うますぎる。高級宿でこんな食べ方したの初めてですね飲み込む感じね、この庶民的な食べ方で最高級なものをいただくっていうのもね、これ以上ない贅沢じゃないですか。素晴らしい。お肉でございます。お肉は静岡のブランド黒毛和牛の一つ、静岡育ちの特級部位頂上サーロインステーキと、これを低温調理で58度で2時間ローストしまして、赤身の部分も柔らかく仕上げております。ソースは香り豊かな黒トリュフソースに地元の野菜、今度はローストして、これもまた香ばしく仕上げてますので、ご一緒にお召し上がりください。これ緑のやつは何ですか？これ黒キャベツ、黒キャベツ。白い長いのはノビルですね。伸びるっていうのがあるんですか？山菜ですね。でエリンギ、ごぼう、紅くるり大根といった具合です。静岡育ちっていうブランドがあるんですね。そうですね。へいろんなブランドのお肉があるんですが、三日三牛、足高牛で静岡育ち、遠州、夢咲牛、いろいろ種類ある中の黒毛和牛のブランドになります。ありがとうございます。へえ、静岡育ちっていうのがあるんですね。海の幸も山の幸も取れて地元のブランド牛まであるんです。いいぞ。いただきます。うまい。サーロインだからね、やっぱり霜がしっかり降ってるから、もちろんこうトロットロにとろけていくんですけど、これサーロインなのに後味が全然くどくないですね。赤身の風味もしっかりお肉本来の味わえて、しかもとろみがあってめっちゃすっきりしててびっくりしましたね。口に入れる前からトリュフの風味がふわっと香ってきて、口に入れる前からもう美味しいですもはや。でこのトリュフも本当に後味はこうさっぱりめで、ほのかに風味が香る絶妙なソースになってますね。なんでお肉のうまみを邪魔しない。いやうまいですね、この肉は。サーロインでここまで満足感高いのは初めてかもしれないです。さすが頂上サーロインですね。もう頂上です。もうキングですね。トップです。はい、大さじが進みます。いや日本酒っていうのもすごいですよね。もうどんなお料理にも合うっていうね、素晴らしいですね。やっぱ日本食はお野菜も絶対美味しいと思うんだよな、これ。うまい。いやこの年齢を重ねるにつれてお野菜のうまみが分かるようになってくるっていうのは幸せなことですね。
いろんなものを楽しめるようになるというかね。なんで年を取るっていうことは悪いことだけじゃないですね。分かってなかった良さが分かるようになるっていうね、もう深みが出るというか、そんなことも教えてくれますね、高級宿は。食べ味ことをまさにということですね。で今スタッフさんに聞いたらね、サーロインなのに全然重くないって言ったら、いいとこに気づいてくれましたねって言ってくれてね、それが2時間じっくりと低温調理してるからこそ、余分な油を取って本当に美味しいうまみだけを残してるから、そういう風になるっていう風に言ってましたね。はい、次のお食事のセット。お食事、うわ昆布で昆布で昆布だけにしてますね。土鍋で昆布だけ。土鍋です。素晴らしい。絶対美味しい。これだけでも美味しいご飯なんですが、そうですよね。これをお前崎さんの初ガツオの漬けと一緒に召し上がっていただきます。は漬けガツオですね。ネギ、みょうが、フライドガーリックなんかと一緒にしっかりつけて味を染み込ませてます。へえ。最初はこのご飯と漬けガツオ、そしてお漬物でそれぞれ召し上がっていただきます。で後半は右手前お出汁なんですが、これがカツオのアラの部分で取ったいわゆるお塩でございます。今までそのカツオのおすましでしたり、先漬けで出汁のあんなんかを使ってたんですが、これがひときわ太い味わいになってますので、これをかけてだし茶漬け風にして、だし茶漬け。お酒を飲んでるとより体に染み込むと思いますので、ぜひご賞味ください。さあまずはお茶漬けじゃなくて単体で、締めのご飯の時にね、こんなお魚単体でいただけるなんてことないですからね。カツオも美味しいっすね。臭みなく甘みが漂ってきて、いやこのガーリックチップがいいアクセントですね。カツオに合います。単体で食べてももうこれで満足ですね。いやご飯がこれは進めます。お魚が美味しいと。このカツオガーリックにご飯めっちゃうまいっすね。めっちゃうまいよな。めっちゃ美味しい。いや釜炊きだからもうご飯ももちろんめっちゃ美味しい。いやこの組み合わせ最高やな。カツオガーリックにこのネギにご飯、いやこの締めの満足度今まででもトップクラスに高いですね。どすこいさんニンニクかき集めてご飯の中に入れてますからね。茶漬けにしました。最後ね。カツオも一緒に茶漬けにした方がいい。そうなんですか。まあ美味しかったからそれだけ。そうね。凄まじいな。ではお茶漬けいきます。見てください、このおこげがまたいい感じじゃないですか。ここに中にカツオが入ってます。このカツオとネギとガーリックを乗せて、僕の住んでる九州近くの愛媛でも鯛茶漬けはいっぱい食べれるんですけどね、カツオだし茶漬けなんてあるようでないですね。そういえばよくよく考えたらね、食べたことないです。もう贅沢にこれ全部のせちゃいますよ。そしてではいただきます。だし茶漬け。なんだこれは。いや初めて食べる味だ。めっちゃ流通してもいい味ね。しっかりカツオの出汁が本当に今までのこの出汁と違ってもがっつり出汁が効いてるけど、カツオ出汁なんでね、もちろんその締めとしてさっぱりとしていて食べやすいんですけど、ちゃんと深い味わいながらも後味すっきりで、上にちゃんとこのお刺身カツオも乗ってるんで、これと一緒に入れるとねたまんないですね。ちょっとこのおこげがあって香ばしい感じもいいですね。ガーリックとネギとこんな上質なお茶漬け食べたことがないって感じですね。この漬物もちょっと燻製になってて美味しいですね。いやこれお米が上質なんでね、やっぱ家でお米例えば魚沼さんとかなんかプレゼントとか奮発で買った時に食べるとしたらもったいないから白米そのものの味を楽しみたくなってお茶漬けとか作らないじゃないですか。でこの上質な白米を上質な出汁と
このお茶漬けで楽しむっていう贅沢は普段できないですね。あうまい。うまいついちゃうぐらいね。さっきと同じくね、ちょっと庶民的な食べ方でこの豪快に上質なものをいただくっていうのが最上級の贅沢ですね。まあ本当途中で言った通り、日本人として生まれてよかったと外国人にはわからない出汁の旨味ですね。富裕層のどすこいさんどうですか？死ぬほど美味しいです。美味しいですか？富裕層じゃないんですけど、死ぬほどこのカツオの出汁がこんなに美味しいとは、これは海のトリュフですね、これはね。めちゃくちゃ満足してますね、ただ美味しいだけじゃなくて、その上品な感じもそうし、死ぬほど美味しいです、もこんな締めのご飯初めてですね。う。これは初めてですね。今までの締めのご飯で一番美味しいですね。本当美味しいな。これ今ふとパッと見て思ったんですけど、しゃもじがこれ宮島って書いてますね。宮島は確かしゃもじ作るので有名なところなんで全国からこういういいものがあれば取り入れるっていう感じですね。最後のデザートは冷やしぜんざいとあ、はい、ぜんざいなのかといった感じそうですね出るんですが、まずご紹介するのがカットフルーツですね。伊豆の紅ほっぺのいちごや静岡のメロン、ブルーベリーやそして白玉と一緒に添えております。でこのクリームの中に和三本のアイスクリーム、優しい甘さの和三本のアイスクリームですね。そしてこの生クリームではなく、このクリームの正体は白あんのエスプーマ、つまりあんこの泡なんですね。すごいな。あんこを白あんを泡状にしてぐっとクリームのように滑らかに仕上げてるんですね。あんこなんですね。あんこなんです。なのでぜんざいと白いぜんざい。白いぜんざい。これは初めてですね。はい。でこれはフルーツや白玉と一緒に食べていただくんですが、最後この下のスープがジンジャーエールなんです。あ、なるほどなるほど。はい。これでちょっとシュワッとさっぱり仕上げますので、これはぜひ自由な組み合わせで楽しみます。ありがとうございます。はい、コーヒー紅茶から選べます。あ、カヌレがある。焦がしでございます。初めて。カヌレとチョコレート、そしてケーキとなってます。ですね。ちっちゃなお菓子。いや、いいですね。はい。うわ、もうこれもう器もなんかほら真珠みたいですね。本当に。いやー、初めて食すものだこれは。初めて食すけどむっちゃうまい。いやー、これ泡立てたあんうまいっすね。いやー、もうこれもまさに上品ですね。なんかこのそのまま固体で入ってくると甘いなーって終わるんですけど、なんかそのほんのりふわっとクリーミーな風味と一緒にこのザ・和のあんの優しい甘みっていうんですかね、たまんないですねこれは。中に白玉も入ってるんですけど、やっぱ白玉と合いますね。ぜんざいですからね。で白玉とも合うし、もちろんこの洋食の、アイスクリームも入ってるのか、いちごとかメロンとかたくさん入ってるんですけど、どんなものとも合いそうですねこれね。フルーツ、いやこんな上品な和スイーツないですね。そして食べたことがない。はい、そしてこれはもう王道でしょう。生チョコ。うまい。カカオの風味がしっかり効いた大人の味わいですね。さすがにね、一泊一人20万だったら大人しか来ないと思うんでね。これですよ。僕はこのカカオしっかり効いたのめっちゃ好きなんで、これはコーヒーが絶対美味しい。この最後のデザートを妥協しないって結構僕重要なポイントだと思ってますね。全てにおいて妥協がないっていうか、結構もちろん美味しいものたくさん出てきて、最後はカットフルーツ以上みたいな宿もあるんですけど、さすがに違いますね。ここはね、最後の最後まで驚きがあって、でこの新しい味とこの王道の味もしっかり楽しませてくれるっていうね、まさか2つ出てくると思ってなかったですね。ごちそうさまでした。いやー、さすがラグジュアリーな宿ですね。ここは想像を超えてきますね。王道であるのかなと思わせながらもひとひねりあって、ありそうでない新しい味わいの連続っていう、そんなお料理ばっかりでしたね。もう出てくるもの全てが新しい驚きがあったっていうかね、
そんなものばかりが集まってますね。やっぱ僕もねこういう YouTube やってるんで、いろんな宿泊まりに行くとこう普通だと満足できなくなってくるんで、それを超えてくるものたちがたくさん登場しました。そしてやっぱ伊豆は食材の宝庫なんで、食材の質もいいんでね、間違いないですね。いやーうまかったなこれは。とりわけ印象に残ったのとかありましたか？やっぱカツオのだし茶漬け。だし茶漬けが確かにあれは確かにそうですね。すごいですね。新しい味でしたもんね。僕もそうかもしれないな。一番印象に残ってるのがだし茶漬けかも。静岡の魅力を堪能し尽くしましたね。静岡って言ってもでも広いもんなね、浜松とこっちはまた違うしね、伊豆の魅力を堪能しましたね。はい、そして食後はまたさっき夕日見ていたところで、この暖炉ですね、この燃えたぎる炎と奥に見えている静岡清水の方ですね、ちょっとこう光がちらついた夜景と海を見ながらゆっくりできます。はい、ここも結構夜の遅い時間帯までやってるんでね。いやーまた夜になると一段と静かになって、これもうほんと虫の鳴き声しか聞こえてこない、癒される空間になってますね。僕はそんなお酒強くないんで、もう今これオレンジジュースですけど、お酒が好きな人はまだまだ、ね、さっき紹介したウイスキーとか日本酒自由に飲めるんでね、ここで二次会ができます。夜のこのお部屋の入り口のライトアップもなんかすごいおしゃれですね。ちょっとブルーに輝いてますね。特徴的な。せっかくなんで YouTube でも見ようかと思ったらですね、これモーリーさんのチャンネルが出てきましたね。沼津でモーリーさんなんか僕と同じくここ泊まったらしいんで、多分自分で見たんでしょうねこれね。と思ったら僕のチャンネルの最新の動画もこれ出てきてますね。息の動画が、お宿の動画がいっぱいありますね。もうこれは泊まった人が僕の動画見てくれたんですかね。嬉しいですね。皆さんも見てくださいよ、泊まった時に。香港とマカオを結ぶ大きな橋。なぜか飛行機の中から香港のビルが見えなくてね、これで許してください。はい、で夜もサウナを楽しもうと思うんですけどね、これなんとライティングボタンを押すとこんな感じでライトを変化させられます。 W ホテル上海泊まった時もね、お部屋の中こんな感じでチャラい感じで変えられましたよね。美味しいもの食べて最後寝る前にまたこの極上の温泉に使ってます。いやー静岡やっぱいいところですね。九州に住んでるとなかなか来る機会がないんですけど、やっぱ雄大な自然、海に囲まれて海の幸が取れて、伊豆はやっぱ山もしっかりあるんでね、山の幸も取れて、で富士山を望むことができてと、何でも揃ってますね。都心から近くてアクセスも良好で、これは東京に住んでる人は特に日頃の疲れを癒しにやっていきたい場所ですね。この伊豆の西側おすすめですね。新しい魅力を再発見した気がします。はい、おはようございます。翌朝です。さあ今日の天気はこんな感じで、富士山が昨日よりもどうだろう、綺麗に見えてるのかな。雲が富士山の周りに全然ないんで、はっきりと形が見えて、これは起きた瞬間にこんな景色が目の前に飛び込んでくるのは圧倒的な非日常感がありますね。今春でもうすぐ夏に差し掛かるんで、夏の時期よりは冬とかの方が空気が澄んで、より鮮明にこの富士山見ることができるとは思いますが、何度見ても美しい。サラダとお刺身ですね。山かけマグロにしてます。マグロですか？マグロですね。お肉じゃなくて。
今日のサラダは県産野菜、グリーンアスパラガスに、こっちがこっちがあれですね。こちら、はい、こっちがマグロだこちらこっちがマグロだ。この山かけですね、とろろを乗せて、でサラダは今日はローストビーフと県産ですね。はい。これマグロだね。この右側の空いたスペースは干物のお魚の身を置いたり身を置いたりとかつけてます。はい。これお魚は何ですか？これは金目鯛です。あ、金目鯛の干物で出汁がきたもの。この干物が有名なんですよね。そうですね。干物は金目鯛、カマス、いろんなお魚を干物にしてお土産で売ったりなんかありますし、はい。それを少々分かりにくいですけど、炭で朝から干してやってるんで、パチパチといいものです。でご飯ですね。秋田県産サキホコレ、土鍋で炊いて8時に蒸らしも合わせてますので、バッチリ美味しくしてください。昨日とまた違うんですか？昨日と同じお米なんですが、炊き方がやっぱ少し異なってまして、はい、これはもう完全に炊きと蒸らしを8時に合わせてます。もうふっくら、はい、土鍋炊きのご飯って感じですね。昨日のご飯は茶漬けにすると少し固めに昆布だけで、はい、してまして、本当にしっとり柔らかくふっくらもちもちでございますね。はい、全部揃いました。うまそう。小鉢がこんな形で出てきたのは初めて見ましたね。すごい一味違います。ここのお宿は干物がめっちゃいい匂いする。そして味噌汁のこのエビの出汁の匂いも。では富士山眺めながらいただきます。いや、トマトですね。これは濃厚トマトの甘みが出てます。とそこさんはドリンクまだ飲んでません。どんどん先にメインを食べてます。焦ってたぐらいです。さあ、ちょっと撮影してる間に干物がいい感じでこの炭火で焼き上がってきましたね。これ絶対美味しいよ。そのままいけるかな。これはうますぎる。豪快にこの出来たての香ばしいのをかぶりつける。香ばしさがたまらんすね。金目鯛の干物とか食べたことないかもしれないな。ね、熟してるから旨味が出てますね。卵焼き。卵焼きもふわふわですね。ふわふわとろとろ。山芋がけでマグロ。昨日とはまた違う食べ方。昨日は中トロでしたからね。今回はこの赤身のマグロで朝にぴったりですね。やっぱりわさびも美味しい。これはご飯が進みます。さあ、そしてエビだしたっぷりの味噌汁。うまい。嫌な臭みが全くないなこれ。でもこうエビを使ったお味噌汁って、大衆的なお寿司屋さんとかだと雑味が出てたりするんですけど、全然ないですね。本当に雑味がない。これうまいわ。このナスとカニのあんがかかってるっていうのも贅沢すぎる。いやー、もうこの使われてる食材たちがとてつもなく贅沢で、どれも本当に朝食としてふさわしいものたちばかりですね。なんか重たいものが全くないっていうか、それでありながらもそれぞれの素材の旨味がちゃんと出てるんで満足感も高い。でここ沼津の駿河湾は日本で一番深い海みたいですね。深いところでお魚が取れるエリアと言ったらいいのかな。金目鯛も一応深海魚みたいですね。だからこんなに上質な金目鯛がたくさん取れるっていうところでね、普段そんなに僕は朝がっつり食わないんですけど、この金目鯛だったらもう一匹欲しいです。それぐらい美味しい。で最後デザートが出てきました。器がすごい可愛らしいですね。この入れ物開けるとフルーツと蜂蜜ヨーグルトですね。食後のコーヒーでせっかくなんでこのお部屋にある高級コーヒーマシン使ってみましょうか。確かにこれ高級ホテルのラウンジに置いてありそうなやつですね。タッチ式で。
はい、チェックアウトして、せっかくこの辺り初めて来たんで観光しようと思うんですけど、戸田の漁港が目の前にこんな感じで綺麗に広がってますね。で、今いるのが諸口神社っていうところで、右手見るとなんか貸し切りボートとかもありますね。ボートで遊ぶことできるのかな。ちょうど中央真ん中、今日泊まっていた富士青蘭が目の前に見えますね。こうやって見ると結構やっぱ高台に立っていて特別感がありますね。一つだけなんかモダンな建物が、周りの人たちは多分あれは何だって気になってるでしょうね。で、お宿から見ていた通りこの辺入り江になってるんで、波がすっごい穏やかで、散歩してても気持ちいいですね。心地いい波音が。奥の方釣りしてる人たちもいますね。駐車場からちょっとだけ歩いたらやってきました。目の前に立派な鳥居が見えていますけど、多分あっちの奥から見たら富士山と一緒にこの鳥居が見えると思います。この神社の魅力はこの赤い鳥居と、そして後ろの緑、手前側の海、そしてここに富士山があるはずなんですけど、ちょっと雲が分厚くなっちゃいましたね。さっき宿にいた時ははっきりと見えてたんですけど、徐々に雲に覆われてしまって薄く輪郭がちょっと見える程度かなっていうところなんですけど、晴天日にはここで綺麗な写真が撮れますね。鳥居と富士山と海、緑全部一緒に撮れるスポットって全国探してもなかなかないと思うんでね。まあ今回宿に泊まってる時見れたからいいか。まあ40万払ったらやっぱさすがに富士山見たいんですけどね。ここはタダで来れるんで、はい、また何回でも来れるんでしょうがないです。諦めます。潮風浴びながらも綺麗に赤く鳥居は保たれてますね。奥の方にも本殿がちゃんと見えてます。で、ここ沼津はさっきどすこいさんに聞いたんですけど、陸の孤島らしいですね。なんとここから沼津の中心部まで行くのに約1時間かかるそうです、車で。もう見ての通りこの雄大な山々がすごい傾斜が急でね、これでも取り囲まれてるんで、なかなかこれら全てトンネル掘って隣の町に行くとかも難しいでしょうから、それぐらい時間がかかっちゃうんですね。で、ここから船が沼津駅出てた、それくらいのことで、まあつまり車で行くよりフェリーで行った方が早い、そんな感じですね。そんな陸の孤島の中でもやっぱり漁業が盛んだからこそ、こんなにまだ人がたくさん住んでるんでしょうね。こんな感じでまた漁師さんたちが船一気に2台帰ってきましたね。儲かるんですね、漁業は。 YouTube は一時的ですけど漁業は永遠ですね。はい、そしてさっきの神社からちょっと宿の方まで歩いてくる途中にこんな感じで戸田塩っていうのが昨日の夕飯でも出てきたんですけど、やっぱ有名なんですよね。観光地化もされていて、実際にここで塩を作る体験ができたはずなんですけど、来てみたら定休日でした。今日は。いやー残念ですね。最近この定休パターンすごい多いです。この辺りで地区でしか行われていない伝統的な製法を復活させてここで作ってるみたいなことを書いてたんで、楽しみにやってきたんですけどね。まあ空いてる時はね、ここに来てお土産として塩を持って帰ることもできるということですね。で、次にやってきたのは国重要文化財のこの松代家住宅っていうところがあるんですよね。で、ペリーが下田に来てから何年後かにやっぱりこの辺にも西洋の文化をこう学んで取り入れようっていう動きがあったんですね。この辺りに住んでる商人のお金持ちが作った立派な西洋と和の融合建築物です。ただ残念ながらこれもまさかの定休日です。さっきの塩とここのお家も今日水曜日なんですけどね、水曜日来る人ちょっと要注意ですよ。最近のチャンネルではあるあるとはいえ2回連続っていうのはなかなかないんでね。まあただね、富士山が晴れたんで富士山が定休日じゃなくてよかったです。ちょっと外からしか映せないんですけど、はい、こんな感じで立派な建物になってます。もちろん空いてたら中まで見ることができるんですけどね、すいません、今回は調べ不足ですね。確かにこうやって見ると異彩を放ってますね。明らかに建物が自然に溶け込んでる感じもいいですね。フェリーが出てきそうですね。気を取り直して次のスポットに来てみました。さっきのところからも車で2分ぐらいで出会い岬っていう眺望スポットですね。お宿からも富士山をきれいに望めたんですけど、ここの出会い岬からも写真見ると右手に富士山が見えるって書いてる通り、
こんな感じで、さっきは富士山隠れてたんですけど、少し頭の方顔を出してくれました。宿からも本当に綺麗に見えたんですけどね、場所を変えるとまた違う景色をこうやってここの伊豆の西のエリアは見ることができますね。反対側また違う景色が見られるんですけど、このさっき見ていた景色ですよね、戸田の漁港の伊豆のくちばしっていう風に書いてますけど、ここの枝はもともとは伊豆の玄関口、伊豆の一番北側にあるんでね、そういう風な土地だったんですけど、近年沼津市に吸収合併されたことによって、一応沼津の一部ってことになってますよね、それだったら。ただ地元の人たちはなんか伊豆の一部っていう感覚が強いらしくて、一方で沼津市は、伊豆半島の土地というよりはもうちょっと静岡寄りっていうエリアの人たちっていう認識らしいんで、ここの戸田の人たちは一体どこのエリアに属してるんだっていうところで、アイデンティティがどうなってるのかっていうのはちょっと分かんないですね、よく。もし地元の方いたら教えてください、コメント欄で。ちょっと不思議なところですね。なんで面白いです。でもこっちから見た景色もこれはこれでまた綺麗ですね。本当にくちばしっぽい感じでこうやって岬の部分が出てるのがよく分かりますし、お宿もここに見えてます。あそこの今日泊まった宿より今いるところの方が高いから、より眺望見晴らしがまた見応えありますね。こっちの街中まで建物が密集しているのがよくわかる。でここの真ん中の入り組んだところは海水浴場にもなるんで、海での遊びも楽しめるんですね、ここに泊まると。ランチはカニをいただきます。この高足ガニっていうのが有名なカニみたいですね、このお店で。中に入ってきたら、この辺は地元のお土産とかもこんな感じで売ってますし、カニもあって、そして奥に行くと、うわー、これすごいな。いけすの中にめちゃくちゃ巨大なカニがいる。これでかくない？すごいですね。めちゃくちゃでかいよこれ。目の前にもいますし、すごい。こっちの方までも溢れ出そうなぐらいたくさんのカニたちが踊ってます。うわ、こっちにはカニもいるけど、サザエにアワビに伊勢エビまで、なんとアジも右上にいますね。で2階がレストランになっていて、メニューがこんな感じで、これが自慢の高足ガニですね。でも値段的にはこれ結構ないい値段するんですけど、これ一番上の特選が丸ごと出てきて、2番目だと半分で、一番下だと足2本が出てくると。あとはこの釜飯定食とかだったら比較的お手頃ではないですけどね、手の届きやすい価格でいただくことができそうです。あとはカニ天丼とか右手の方までいろいろメニューありますね。海鮮のこの辺のしゃぶしゃぶとか鍋は予約が必要なんで、もし食べに来るのを決めてる場合は予約してきてもいいと思います。席からはこんな感じで、さっきまで見ていた港の景色が見えてます。ここの真ん中が諸口神社ですね。で注文して、カニが来る前にセットのお寿司も出てきました。これもめっちゃ豪華ですね。金目鯛にサワラにマグロで小肌ですかね。でしかも味噌汁の中にもカニが入ってます。足が、いや昨日に引き続き寿司三昧ですね。寿司三昧ってお寿司屋さんありますよね。ありますね、ありますよね。寿司じゃないこれ刺身三昧ですね。うまい。中トロうまいですね。全然臭みがないわ。トロットロ。この金目鯛以外はここの沼津港ではないって言ってましたけど、でもね、昨日言った通り静岡はもう漁港めっちゃたくさんあるんで、美味しいところのを仕入れてるんじゃないですか。で金目鯛です。こういう旅行の時しか食べないですからね、金目鯛なんてね、静岡といえば。金目も甘くて美味しいですね。脂もしっかり乗ってて、そしてサワラ。サワラ美味しいですね。個人的には好きですね。ちょっとこの淡白な味わいの中に炙られてるんで、この香ばしさがたまんないです。さすがにお刺身は全部美味しいです。美味しいですね。美味しい。味噌汁も、カニだしの味噌汁うまいな。
朝はあれですね、エビの味噌汁。そうですね。でお昼はカニの味噌。富裕層の石油王の生活ですね。両方とも雑味が全然ないからね、本当にしっかりカニの旨味が味わえる。素晴らしいですね、やっぱ日本のお料理は。どすこいさん困ってますね。開けれないみたいです。こういうの開けるの苦手ですもんね。そう苦手です。これさえといてください。あのね、この器を一回ピッて広げるんですよ。蓋は触らずにそう要は空気入れればいいんですよ。なるほどね。その一言だけで開けれた、すごい。大丈夫です。僕も最初開けれなかったんで、そうなんです。こういうとこ行くようになって教えてもらいました。そんなことも教えてくれるんで、旅は自己投資ですね。そうです。うわ、すごいの出てきた。でかすぎやろ。これはやばいな。さっきもいたね、君ね。ちょっと大きさが伝わりづらかったと思うんで、どすこいさんの顔と同じくらい 1.5 倍ぐらいありますね。これはすごい。こんなでっかいカニ初めて食べるわ。関節も上がりました。すぐ下に横に切り込みがあります。まず切り込みを境にぐるっと割っていただくと、こちらはスルッと長い足が出てきます。まずここから割ってください。はい、その後は節々の関節型に前後に2、3回ほど曲げて引いてください。このまま塩味がついてますので、お好みでこちらのお味噌がポン酢をつけてください。はい。お待たせいたしました。ありがとうございます。はい、どうぞ。なんと豪華な。でかすぎでしょこれ。関節もう割れてるな。もうそのまま取り出せる。おお。でけえ。でかい。これちっちゃかったらそのままペロッといけちゃうんですけどね。一気に食べれるんかっていうぐらいのでかさ。うお。こんな贅沢にカニ食べたことないんですけどね。ないわ。大抵身が足りないってなりますからね、食べてると。ポン酢にもつけて、すごいでも淡白な味わいですね。淡白な味わいでもう身がぎっしり。初めてのカニの食べ方な気がする。でこの甲羅の味噌につけて食べるっていうのもいいですね。ちょっと甘みが出ますね、これでね。いい感じで。こんなにでっかいカニ食べる場所他にあるんですかね。北海道とかにあるのかな。こんなでかいカニいるのかって言ったんですけど、これ世界最大のカニらしいです。やっぱりこの辺りが一番深い海っていうことで、日本で深海だからこそあんなにでっかいのがいるわけですね。はい、ご飯食べて近くに道の駅があったんで来てみました。クルラ戸田、戸田じゃないや、戸田っていう風に書いてますね。クルラっていうのはなんか方言みたいですね。来るでしょって意味。来るでしょって意味。なんかもう来るなと同じあれだからね、リズムだから違いますね。来るなじゃないです。来てね、戸田ですね。すごい、道の駅に足湯もありますね。こんな感じで綺麗。お土産もあっちの方に売ってるんですけど、この軽食屋さんがめっちゃ面白いですね。スープたこ焼きでこれ金目鯛の出汁使ってて、で高橋ガニの味噌汁もあるし、メヒカリの唐揚げにカツオのお茶漬けありますね。宿で食べましたけど似たような感じのもの食べれるのかな。この辺のちょっと今お腹いっぱいなんで食べれないですけど、気になるグルメですね。食後にこれいいっすね。戸田塩ソフト食べよう。せっかくだったら定休日だったしよう。戸田塩ソフトいただきます。やっぱ塩入れると甘みが際立ってうまいですね。周りの人もソフトクリーム食べてますね。カニの後にぴったり。あとなんか中に大浴場、温泉大浴場の施設もありましたね、ここの道の駅。そっか、みんな温泉入った後にソフトクリーム食べてるんだ。その流れですね。いやでも本当こっち側に見えてる山の景色が雄大ですよね。こうやって見てももう地形が離島みたいですね。離島の集落みたいな。でもどうだな、離島にこんな大きな山はないのかな。なかなかね、結構でかい雰囲気が離島みたいな。その平地があんまりない離島で、平地があるから無理やり作ったっていう。
すごいなこれ。深海料理っていうお店がありますよ。見たことない。やっぱさすがだな、日本一の深海エリア駿河湾。はい、やってきました。次に土肥金山というところですね。なんとここの静岡伊豆のこの西側には日本有数の金山があったと言えばいいのかな。今は採掘はされてないんですけど、それがここです。土肥というエリア知りませんでしたね。温泉もなんかあるみたいで、周りにお宿もありますね。ここが入り口みたいですね。中に入っていて坑道とかを歩いて行って、あとは資料館とかもあるみたいなんで、はい、入っていきます。大人1人1900円で校内巡りと筋トレ体験セットで、はい、その値段ですね。めちゃくちゃ整えられてるんですね。ありがとうございます。綺麗に。今の時期は花がねないんですけど、実はこの土肥はですね日本一早咲きの土肥桜っていう桜があって、桜がこれはソメイヨシノなんですけどね、ソメイヨシノ、これちょっと小ぶりの木がねそっちの奥にもいっぱいあるんですけども、それがもう1月の中旬にはこう咲き始める。そんなに早い桜があるんですか。河津の桜有名ですけども、河津よりかも早い桜がもう正月終わるともうすぐ桜です。ここはすごいですね。今こう見えてるその辺の木は全部、冬でも楽しめる桜を、それは見に来てみたい。でここが土肥金山構内入り口だ。ここから中に入っていきますね。うわ、本物の鉱山ですね。これが風情もありますね。お水が流れてて、で今中入ってきて、今この通ってる道は普通に通路なんですけど、抜けていくと鉱脈があるみたいです。実際に金が掘られてた場所。この神社は三神社といって、山を守る神様大山積の御事を祀ってあるんだ。江戸時代は今と違って山の中を掘り進むのは危険と隣り合わせ。そこで鉱山で働く人たちは三神社の前で必ず礼拝をして、作業の安全と金がたくさん取れることを願って坑道の中に入っていくのがしきたりだったそうよ。なるほど。さすがにでも昔はこの金の鳥じゃなかったですね。昔は違います今になってそうなんです。はい。ね。はい。で奥まで進んでいったら、これちょっと真ん中のところがこうやって白くなってるのが分かりますよね。これがもしかしたら金がたくさん奥に埋まってるかもしれないっていう目印みたいで、なんで昔の人がこれちょっと掘り進めていった跡が残ってますね。ただ残念ながらこれはもうちょっと掘り進めて、ここはそんなにたくさんないっていうか金がないなっていうところで途中でやめちゃったみたいです。その後です。ここでは水を汲み上げる作業の様子を再現しているんだ。水を汲み上げる？どうして水を汲み上げないといけないの？山の中を掘り進んで採掘現場が深くなってくると水が湧き出してくる。そこで水抜き用の排水路まで水を汲み上げる必要があったんだ。なるほど。鉱山の仕事はただ掘り進むだけではなくて、こんな作業があったんだね。ところで右側の岩盤には金の鉱脈が残っているのがわかるかな。ここでは良質な金鉱脈が発見され、たくさんの金鉱石が掘り出されたんだ。その残された金鉱脈、よーく見ると竜が天に昇っていくように見えるところから金竜の鉱脈とも呼ばれているのよ。こんな感じで実際に金を掘っている作業が見られますね。再現しています。でも明治時代っていうとそんな遠い昔の話じゃないですね。これをやってたのがアリの巣のように、アリの巣のように全部つなぎ合わせるとその間 100km 以上。じゃあもうこの人口とかもやっぱ多かったんですね。じゃあ明治の時代とか人口は相当多かったんですか、ここの問いは。へえ。温泉も出てたんですか、ここで。じゃあ金を掘ってたら温泉当たったとかもあったんですか。そうなんです。これがお風呂か。なるほどね。向こうはね覗き見になってますね。これね、女性が入ってますよ。
これ金を掘る作業で10日ぐらい1回入ったらこの中で生活する必要があったんで、それでこうやってお風呂の施設とかも中に作ってたんですね。でもこうやって金を実際採掘した場所に入ってこられる場所って日本中探してあるんですか？あんまりない。そうです。あんまりたくさんはないですけど。でもあるんですね。観光用としてはね、ちょっとまあ少ないですけど、でもなくはないですね。なくはないですね。佐渡は？佐渡もそうです。佐渡もあるんですね。で、さっきの採掘してた場所を出てくるとこんな感じで実際に本物の金の塊が展示されてます。これが 12.5 キロですね。これでいくらぐらいするんですか？お金でいうと。こっちに書いてる。これが今だと2億1200万円ですね。で、反対側にはもうさっきよりも圧倒的にでかい、これがなんと250キロの金の塊です。世界最大級の金ですね。本当は一番大きな金だったんですけど、あるあるですけどね、世界一大好きなドバイがもっと大きいのを作ったらしいです。ちなみにここのエリアはね、もうちゃんと警備員の方が常に見張ってるんでね、さすがに厳重なセキュリティが保たれてます。これまさかの触っていいらしいですね。よし。重い。これ本当に持ち上げられないです。手でやると指だけじゃ絶対持ち上げれないですね。金メダルとかもじゃ重たいですね、あれね。ここに書いてる。ペットボトル6本分。それは持てるわけないわ。どうですか、金？もう硬いですね。もうすぐ手に入れますね。手に入れるんですかね。金の盾を。金の盾ね。だいぶ先ですけどね。5年後10年後。銀の盾はあるんですけどね。頑張って金の盾を手に入れましょう。この辺にもいろいろ金が使われているものが置かれてますね。これとかシャチホコ、名古屋城の天守閣で使われているやつですね。これも相当重たいんですね。さっき触った限りで分かりますけど。お土産屋さんもあっていろいろ販売されてるんですけど、これが人気みたいですね。金箔のカステラ、こんなのもありますし、これはなんかさっき触ったのと同じようなパッケージですね。金箔コーヒーいいですね。誰かお客さん来たら、振る舞ったら多分びっくりされますよ。ドバイのホテルとかでもこれ出てきますからね。で、今歩いてきたのがここですね。昔の写真がこんな感じでありますね。ちょっとだけこの辺面影が残っていますけど、昭和37年に閉じちゃったというところでね、採算が合わなくなったんですね。でこんな感じで実際に金を取る体験ができるみたいです。このギザギザに金が引っかかります。このギザギザの方から砂を流します。ギザギザ上にこのように砂が出て、そのまま砂にする。手前に書き込みながら、なるべくそこからたくさん砂をすくいます。金が重たいのでそこに沈んでますのでね、なるべくたくさんすくいます。最後お皿が直角になるまで傾けます。ちょっと小さかったんですけども、ここに本当ですね本当に少量なんですね。これだけ大変ってことですね、取るのが。さあ、どっちがたくさん金を取れるでしょうか大丈夫ですか、こっちは大丈夫です。お皿の向きが反対です。そうか。なるほど。そっか。それでやり直しです。あんま書いてないから。最初から見せてた。違う。内側に。何も入ってない。入ってない。何も入ってない場合があるので。一回に使うのが過ぎないから。そっか。そこ。なんか筋肉がマジですか。なんかね、そうです。大きなまさかのもう俺より早く取れた。すごい。しかもめっちゃいっぱいあるやん。まさかの。そうと見せて。あるのかないかな。ないですね。そう、僕のがまさかの先に取れた。こんなことある。くそ、金の盾取られた。それまでいったらあるか。ないですね。なかった。ないですね。僕のところと金が埋まってんの。こっちに埋まってる。ね、なんか今度同じところではなくて、もう少しずらしたところ、こっち側とかもう少しこの辺をすくってみたりとか、いろいろしてみて。3度目の正直ということではあるのか。簡単に手に入れるよりも苦労した方が嬉しいですからね。僕みたいな簡単に見つかっちゃったら。あった。当たり前みたいになっちゃうからね。最後はありました。最後の最後に勝った。入りましたね、これ。なんとかちょっと動画では見えにくいけど見えるかな。ちょっとね、
ピントが合ってるかわかんないんだけど、ただ2粒ぐらい多分中に入ってると思います。いや昔の人は今とは比にならないぐらい苦労してこの金を手に入れてたんですね。もう今みたいに何でも与えられる世の中はね、達成感がないからダメですね。本当ですね。すごい達成感あるんです。いや楽しかったです。どうぞそれ記念に持ちありがとうございます。ありがとうござい持って帰りまますす。これメルカリ出したら売れるかな。はい、で楽しんだ後こんな感じで金箔ソフトとかも食べられるカフェがありますね。ちょっと時間ないんで金箔に夢中になりすぎて帰ります。金属すごいな。